どうも、記者のしるくです。メガタン元木まさにどうも、記録が達成されました。素晴らしい。メインチャンネルたった一つのみで100億回再生回数いきました。10ビリオン100億回一つのチャンネルで言ってるのは日本では初です。ありがとうございます。僕らフィッシャーズができた10年の記念の年に100億っていうのもなんかすごいよね。嬉しい。1000万回再生いった動画はもうすでに200本以上あります。マジで？今日はこのお知らせとともに、まあもうちょっと話せればいいなと思って撮っております。まずですね、100億回再生回数いったということで、100億回という数字を自分たちのチャンネルでこう獲得して、どういう今心境かなっていうのを、なんかちょっと話していこうかなと。人口的に日本ってさ、やっぱ少ないわけだから、ね、言語とかも扱ってるのは日本語だからさ、ターゲットする国っていうのは本当にかなりこうね、定められちゃってるんですけど、そんな中でこの100億再生取れたっていうのは、僕らがこう運動系をやったりしてこう体で言語なしにこう伝えたいなって思ったのがより伝わってるのかなっていう一個の指標になるなと思っていて、僕としてはとっても満足いってる結果ですけど、ちょっと先を見たいなと思っております。はい、喜ばしいことなんですけど、ちょっとまた次のステップね向けてちょっと頑張っていますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。お願いします。なんか誰かのお気に入りには慣れてんのかなって感じ。そうだね、ちょっと嬉しいよね。嬉しい。なんか皆さんの協力っていうか、そのおかげがあるからここまで来れたんじゃないかなと思ってます。いろいろなグラフってさ、俺らにしか見えないグラフってあるわけ。あります。意外と男女比平等なじゃん。そうなのよ。実はね、ちょっと男の子の方が多かったりする。そうだね。そう、年齢層も意外と幅広いというか。そうなのよ。ほんと見せたいぐらいなんですけど、ちょっとそれ見せられないんですけど、なんかまあ確かに多分コメントしてくれてる方は10代20代の方が多いのかもしれないけど、見てる方を統計するとすごいバランスいいんだよね。そう、実はね、言ってこなかったけど、実はさらにチャンネル登録しないで見てるよって方が 30% か 40% ぐらいいるんですよ。多いの。そうだね、いるね。ちょっとごめん、登録してまあ正直にね、そう全然いいんですけど、正直に言うけど、確かに登録してくれたらめちゃめちゃしてくれたら嬉しい。短いようで長かったじゃん。言ってこなかったシリーズ話すか。ああ、いいんじゃない。結構俺の中で印象的な物語があって、夏だからこそちょっと喋りたいんだけど、ほんと数年前の夏、ナホがいよいよ YouTube に本腰入れますよってなった時があった。俺が仕事辞めた時だ。そう、その時にじゃあもうここでもう全部決めに行こうっつって、ほとんど1週間もう休憩なしで俺とんだほで車乗り込んでいろんなところにコラボ行ったり遠出でこう撮影行ったりするっていう。であれ移動距離やばかったもん。あれやばかった。しかもゴールデンウィークだったんだけど、平日を挟んでのゴールデンウィークだったの。そうで、遠方行ってそのまま1回東京帰ってきて次仕事行って、お互い学校行って、でまた集まってその日の夜に行くみたいな。そうで動画出してプラス撮影で遠方に行ってっていうのをずーっとやってたもんね。そう、ずっとやってたのよ。編集してる時に俺が寝て、移動してる時に寝てみたいな。そう当番制だった。東京から車でバーって行った石川とか静岡とか愛知とか行ってなんか戻ってきて、次茨城とか大移動。そう、そんなことばっかやってて、その時はアドレナリンがもうすごいずっと出てたから、やってやるや。その1週間でもう正直頭の中ではここ決めきれなかったらダメだなと思ってたのよ。その時のマジさっていうのを正直年々それあるのよ。そう、1年ずつこの夏とかもう冬の最後とかに訪れるの。それが幸せではあるから、やっぱね毎年全部ある。ほんで倒れそうになるぐらい頑張ったとか、そう、それが毎年更新されていくのは結構嬉しいよね。ずっと戦えてるよね。そう、確かにプレイヤーだなっていう感じよね。実感というかね。そうみんなやっぱさ、こうおのおのさ、自分の壁だったり自分こうどうしたいっていうのやっぱあるからさ、みんな向き合えているよね。そうだね。こう仕事をちょうど辞めて YouTube で本気で生きていこうと思った時にふざけ T と髪型を変えた。そうだよね。今まで普通の服だったんだけど、やっぱなんか変なシャツ着てるやつ、もともと大好きだったからこれが。そうだね。そう、もう毎日違うシャツを着て、
なんかしら変なやつ髪型Perfumeさんおるやん。そうだね。あの方々ずっとこう同じ髪型でそう長年活躍されてるじゃない。ノッチさんはショートで、カシウカさんが前髪ね。そうね。分かるよね、見て。あーちゃんもこう。そう、あれ見てこれでいこうって決めてこれにしたの。黒髪でなおかつ絵に描きやすい。それに描きやすいし奇抜すぎないギリギリのところでこれにしたの。ああ、そうね。奇抜すぎると若干飽きるかもしれないしね。そうやっぱ YouTube ってたまたまたどり着くパターンが多いじゃん。多いね。そう、それでやっぱ1回で覚えてもらえるってすごい大事だと思う。でかいよね。もうそれこそYouTube に限らずその仕事の営業とかでもそうっていうのを今までの経験生かしてこれでいこうって変えた部分があった。ああ、そういうことね。まあ俺が帽子後ろかぶりしてるのも同じっちゃ同じ。ああ、そっか。俺もともと服がほとんどワイシャツとかネクタイなのよ。そうそれをやめた。全部やめて、やっぱ運動で伸びた人があれ着ていざとなった時に運動しないって嫌じゃん。俺は半袖半ズボンのちょっとこうね、運動できそうなフォルムでずっといようって言って、1個ブランド絞ろうってなってリーボックを着始めた。 YouTube をやるために俺大学行ったのよ。なるほどね。そう、俺これ高校の先生にも親にも話してるんだけど、俺も高校3年の時にはもう YouTube でやっていくって決めてたのよ。そうで、俺に4年間をちょうだいって親父に言ったの。で、自分の中で考えて、じゃあどこ行ってもその4年間なら OK だなと思ったの。そうで、確かに例えばどこの大学でもいいわけじゃん。自分でやるわけだからね。そう学校関係ないもんね。そうだから学位が欲しいっていう気持ちもあったし、高校の先生とかに「いやお前はここ目指せ」っていうね、あったの LINE が「ここの大学に行け」って言われてたんだけど、ここを選ぶ理由が俺あんまないなと思っちゃった。で、学歴っていうものが今俺 YouTube を撮ろうとした時にこれいるのかなって考えた。あったら確かにいいなとは思ったけど、勉強に追われて退学とかになるくらいなら夢を全力で終える4年間を獲得できる場所に行って自分で進路を見出した方がよくねと思って、自分の中で、ここだったら勉強とかも、絶対ついていけるだろうし、その4年間 YouTube のことをずっと勉強し続けられるなって考えて、自分のね偏差値その時のからちょっと落としてそこに行ったんだけど、理由がまだあって、で心理学とかリーダーシップ論学べるんだけどクソ大事なんよ今やってること。そう本当に俺この4年間なかったら多分ここまでいけてなかったの。俺は自分として、何回かいろんなことがあったじゃん。俺もアホだからさ、いろんなミスとかして、ちょっといろんな角立ったりとかするから、こう言われることがあるわけだよ。そこ行ってなかったら俺多分もうやめてるかもしれん。メンタル的に。で、あと人がやられてる姿を見て多分手を差し伸べることはできなかったと。俺大学を YouTube やるっていう一本でやるって決めて大学選びをしたって多分あんまいないと思う。結構人生の選択で合ってたなっていうところだった。確かに YouTube、SNS を回していこうっていう動き始めてたら高2ぐらいからだったもん。そうここから絶対やるって決めてた。近くで見てたから感じてたけど、その大学はもう学歴とかいろんな人から多分言われるだろうけど、とりあえず悔しいけどね、ここ目指せたのにとりあえずやめようっつって「いやお前ここ行け」って言い訳に聞こえるとか言われるかもしれないけど、でも俺 YouTube でやるって決めてたから、じゃあもうここだなと。自分の人生の中でこの100億回っていう数字を取る、これに一番俺の中で人生で合ってたなっていう、成功したなっていう瞬間は俺大学選びなんだよ。分岐点だった。分岐点なのよ。俺ここだけはね、自分でこの選択間違ってなかったなと思った。でも YouTube で何やるかっていうのが大事だし、そのために何勉強できるかっていうのを考えた時に、やっぱ自分の興味のあることじゃないとできないもんね。そうじゃん。だから自分が納得できる選択しないと逆に上に上がるのと難しい。無理なのよ。そう確かに何かのために別のことを我慢するとかっていうのは俺はいいと思う。そうだね。それはすごい大事だと思うんだけど、全部我慢しちゃうと何も生まれないよなと思う。そうだね。やっぱ自分の好きなものとかは興味のあることは追求していくのが大事だよね。だからシルクの場合はだから大学選びの時に4年間の時間が欲しいっていうのと、やっぱリーダーシップ論とかそういう心理学とか学べるところに行きたかったわけですね。だからそこに行ったっていう。もう YouTube に直結するものしかいらなかった。問題解決を
するっていうことにおいて勉強はいまだに続けてるつもりというか、まあそうだね、まあ5科目ではないというか、紙でやる勉強が全てじゃない。まあそうだね、勉強っていうし、そういう意味で YouTube は気づきとか学びとかいっぱいあるんだろうな。あるね。まあ未知なるジャンルもまだまだいっぱいあるし、そういうのをこう追求していくっていうことに関しても一つ一つが勉強だからね。比較的こう答えすぐ出るしな。そうてかね、残酷なのよ。言い方変えるとね、本当に雰囲気じゃなくてリアルに見えるのがすごい。そうね。しかもプレイヤーじゃなくても見えるのよ。そこが一番怖いところでもあるね。そうね。あ、そうだな、セカンダリーをなんか途中から運河から引き継いで、俺がちょっとやるみたいになった時期があって、でそれでやっぱり出し始めた、自分が運河に変わって出し始めた時は運河と比べて全然見てもらえなかったもん。それはそうよ、運河の方が先に始めてて、で動画の何がいいのかみたいなポイントを押さえてるわけだから、俺と全然違うやり方だし、それでまあ運河の方が、まあ動画回ってるってことは運河の方がうまいわけだよね。動画に再生してもらえない、だから同じチャンネルなのに作る人が違うとやっぱ再生してもらえないわけ。本当に結果としてリアルに出るっていう、いっぱい見られてるチャンネルってあると思うのよ、思い浮かぶと思うの。なんかまあフィッシャーズじゃなくても多分すんごい工夫してると思う。でしかも工夫するポイントも一箇所じゃないし、動画によって変わったりとかするから、ネタの会議を俺たちしたこと本当にないんだけど、編集の会議開くからね。編集会議はそう、編集は会議開くから、ホワイトボード使ってここでなんでこの動画はこうしたかっていうのを全部一応説明するんだよ。でそれも1時間ぐらいだと思うでしょ。丸1日使うからね。かなり気は使ってます。めちゃくちゃ。でも俺たちだけじゃない絶対。他のチャンネル絶対気遣ってるから、伸びてる人たち。時期っていうのを見定める能力っていうのをマジで大事なんだなと本当に思う。これはでもむずいよね。あいつら運が良かったって言われ方して俺は合ってると思う。それ運がやっぱりここまでになるには運ないと無理なのよ。なんだけどその運をしっかり取れるかどうか、それを嗅覚として分かるかどうかっていうのは本当にこの100億再生になるためにはマジで必要だった。だからこやつのその嗅覚を我々が見て今何すべきかっていうのをみんなできるようになってきたから。それはめっちゃ強い。まあ完璧じゃないかもしれないけど、みんながそういう意識を持って、そう自分がこうした方がいいっていうのをみんなが持ってるから。そうね。それが去年いったグループじゃなくてチームになってる。そうチームになったの。いや自分たちで言うのもあれだけど、俺らまだ伸びしろすげえから。もう俺今じゃあ伸びしろまだいっぱいあるからね。本当にガチでそれはそう。言ってないこと死ぬほどあるし、本当にすごいぞ。言い換えればまだまだってことですね。そうまだまだです。その出し切った感がゼロ。まだ全然やれるもんね。そうやり足りてないもん。やり足りてない。もちろん今嬉しいけど、口に出して言うことは結構大事だなと思うんで、まあ僕はもともと最初からやっぱ世界のもうトップ層に肩を並べることはずっと夢見てたので頑張りたいなと思います。動画を見てもらうサイトで動画を見てもらった世界一になりたい。いやだから俺はもう再生回数にこだわるのよ。自分で目指したものに今本当に一歩一歩近づけてるのはなんか嬉しいし、まあそれに要は俺だけが言っても無理なんよね。それにメンバーが賛同してくれたっていうのが一番何よりでかいかなとは俺は常に思ってるから、むしろそれを教えてくれたのは教えてくれて俺はありがとうと。そうだから俺だけが1位になるって考えてるんじゃなくて、もうみんなが1位になるって考え始めたらそりゃ1位取るじゃんっていう、これまでの受賞記録っていうのはなんかメンバー一人一人が1位になろうっていう覚悟した時からこう取れるなっていう気配はしてたのよ。2019年が世界で最も再生されたクリエイターの世界9位だったし、そうだね、19億ストリーミングはね。そうでトップトレンドっていう日本で一番見られましたよっていう動画で2年連続1位取ってる。アジア部門も初めて日本人として受賞できた。月間再生回数あと1月日本一取ったら24ヶ月なんですよ。1位になった回数が24回目24回目ということはつまり2年間1位になってる。すごーい。合計で2年間月間再生回数1位にあと1月でなれる。本当にいろんな記録がポンって出た時は基本誰かがメラメラしとんでる。うちのメンバー誰かがメラメラしとんでる。まだね伸びしろがさっきあるって言ったけど俺見てみたいもん。ダーマの目がたぎってる姿。いや俺あいつたぎっ
った瞬間なんか出ると思う。隠し持ってるよな。そうや秘密兵器だからな。ザカオも最近ポンって入ってきたわけじゃん。YouTube を本気でやりたいんだって、いつぐらいだよ。1年前ぐらい。去年ぐらいに言ってきたんだけど、今 YouTube を分かり始めて、多分熱がこっからクンってなった時よ。いや面白い。今もうすでに面白いからな。そう来るなっていう感じはしてる。何かが、それはあと嗅覚でね取れるようにしたいよな。たまには YouTube の話したくなった。だし100億再生回数日本初で YouTube の話しないで何の話すんだって話。ここでお知らせがあります。なんと僕からお知らせがございます。関西にアスレチックパークができまーす。やっと関西にも進出ですか。そうです。いいですね。この間アスレチックパークね、フィッシャーズパークっていうのを、去年、僕ら作ったんですよ。その時は、こっち側の関東圏だったんだけど、いろんな声があって、関西にも作ってやと、作ってよじゃない、作ってくれなはれと。言いましたね。合ってんのかね。合ってたかわかんないけど、作ってくれって言われたから、それはじゃあ関西行こうって言って、実はずっと動いてて、100億いったタイミングでお知らせしようと思ってて、今です。タイミングだ。大きに。どんなところに僕らの監修するアスレチックができるかっていうのをちょっとだけ見せたいと思います。では映像どうぞ。ボン。神戸の山六甲山に激震走る日本最大級のアスレチックが誕生。封印されし大地、古の森、聖なる湖、全てが舞台の冒険王国。甲子園球場6個分の敷地を遊び尽くそうぜ。そしてフィッシャーズがアスレチックを監修。アスレチック作りの続報を待て。ファイル、これね、アスレチックどんなのができるかっていうのがね、実は案がいっぱい書いてあります。確定はしてないんだけど、こんなの考えてるってやつ。水上アスレチックあります。うわー、いやメンバー知らないのよこれ。そう言ってない。そう全く俺ら知らない。そう現地を俺だけしかまだ見に行ってないし、設計とかのやつも関わってるのはまだ俺だけだから、今日メンバーも初めて多分これすごい多くね。水上部分と陸上部分があります。陸上いいね。あります。このアスレチックの、これ図面なんですけど、これがねそのまま反映されるかどうかちょっとまだわからないんだけど、これが俺の中ではみんなに写真を撮ってほしいっていうエリアがなんだ。僕らのアスレチックって俺らの動画の代名詞でもあるじゃん。そうね。それをだからみんなにやってもらいたいっていうのがあるんだけど、僕らの動画にみんなが入ってきてもらうみたいな感覚、そんなアスレチックを今考えてはいるんですけど、その中でゲームに入り込んだら面白いな。アスレチックを作ったんですけど、横スクロール移動です。こんなんです。斜面に書いてあって横にジャンプして移動してくる。やばっ。もう鳥肌立ってる。ゲームの横スクロールの感じを再現したアスレチックってあんまないと思うし、ないよ。映えそうだね、撮って。そうだね。人がこう見てても楽しいっていう。こう横スクロールだったらこうみんながこう画面を見てるように楽しめるんじゃないかなっていうのが。君すごいね。この横スクロールのやつ以外にもみんなが大好きな水上とか陸上のアスレチックがあると。そのアスレチックを監修させていただいてます。いや、あれだ、大豪華だな。もう書いてて、これシルク監修など絶賛って書いてる。帯みたいな。帯でちょっと面白い遊びがさ、団体で来た時にその横スクロールの人がこうチャレンジするじゃん。カメラでこうやって撮りながら上とか言ったらコントローラーを握ってる感覚でできる。なるほどね。だから要するに上下って言ったらそのコースにいる子がその指示に従っていったりとかできる。見てる側もアスレチックやってる側になる。いや、すごいそれ。六甲山のねフィールドアスレチック、ぜひとももうね実は Twitter とかではみんなね反応してくれてる方いるんですけど、ぜひともお楽しみに。そして皆さん本当に100億回ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、あ